次の登壇は17歳でトルコから日本へ逃れ、以降27年間日本からは在留資格を与えられず、仮放免の状態が続くアリさんの登壇です。仮放免の状態でコロナ禍をどのように過ごしたのでしょうか。ご覧いただきましょう。終わらないロックダウン。コロナの緊急宣言の時の生活と仮放免の生活は大した変わりがないと思いますね。20年間ずっと似てる形の生活をしてきて、これ以上先に行ったら違反になります。こっちから先は行ってはダメと言われてるの、入管に。理解できないけどね。なんでこの橋を最後まで行ってはいけないの。家にいるとなんかめっちゃイライラして、なんか足んない、なんかつまらないというか、行くところは制限されているということは非常に精神に不安かけて、ストレスが毎日溜まって、もう本当精神病になってきてるの。もうなってるけどね。今日はここ越えられますね。そうですね。普段は出れないけど、時々こうやって許可もらって東京来た時とかどういう気持ちになりますか？特に池袋に来たら豊島区でかなり公園工事、新しい公園いっぱい作ってことがあって、それ思い出すね。当時すごい森みたいだったの、こっちは。子供たちは一切入ることができなかったね。刃文が来て、それで滑り台とかを台を置いて、子供たちが遊んでる姿を見たら嬉しかったね。仮放免中仕事はしていけないと。もし仕事してるところ見られたら捕まっちゃうね。コロナがあってから今仕事がないけど、私が来た頃は外国人がみんな使ってたから、たくさん人がいて、外国から人を入れると、それで仕事を禁止して、ちょっと何考えてるか全然理解できない。いつから日本にいる？私、10年ぐらい。国はどこ？アフガニスタン。アフガニスタン。37年に行ったことない。先生から見ました。もう、帰りたいけど、一回見たい。自分の国。
でも残念まだセンサーあるからはいお待たせしました当時1993年もう18歳で徴兵につけなきゃならなかったから私がクルド人でトルコの徴兵にいてクルド人と戦うことになっちゃう。知り合いの人が日本に行ったから切符買って飛行機に乗ってきて成田でビザ取って入国したの。もしもし。通訳頼んでたんだけど今日、は急に来られないっていう連絡が入ったのよ。はいはい。全く日本語話せない人たちだからいいよ一緒に行っても。アリさんありがとう。本当助かった。26年ぶり。26年ぶり？ここ？嘘。なんで？前はここに友達住んでた。あ、そうなの？今コロナでね、みんな仕事がなくなってるから。Şu an diyor korona hastalığından dolayı diyor herkesin işi yok. Evet doğru. なんか自分が何もできない人みたいな気分になったと。どうですか、お米はちょっと助かるんですか。すごく助けていますと。本当に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 すごくありがたくて感謝で気持ちいっぱいと。突然来ちゃってごめんね。Bize bile geldim diyorum. Sıra bakmayın. Yok yok kesinlikle iyi sıkıntı yok. Önemli değil, önemli değil. 日本国民助けてくれる人はいっぱいいるね。この国の文化はきれい。まあ日本の国にいじめられても嫌いにはならない。建物の機械にいた。仮放免2ヶ月に1回延長されてるからもうすぐ捕まってまだ同じところに入ってもおかしくない気分できてるね。もう苦しくないから。入管の中は孤独じゃないですか。動物園で動物に餌を渡してずーっとある部屋に閉じ込まれてままもう動物がしてる生活と変わらないね。結局法務省はこの日本という国を自国にしてるね私たちにとって。こうやって家にいるとために入管の中で収容されてるというふうに感じるね。一回3日間自分が収容されてると思ったね家の中で。3日後に気づいたの。私がうちにいるとここは収容されてるんじゃないと。仮放免には悪いはない。はい、映像をご覧いただきましてありがとうございます。映像でも登場されておりましたアリさんに今日は
ご来場いただいております。よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします皆さん来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。またディレクターの久保さんにも登場していただきます。よろしくお願いいたします。久保田です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。アリさんにお伺いしたいのですが、映像の中でも移動や仕事で制限をされていたりだとか、はい、なかなか生きづらさを感じる部分が多いというふうにありましたが、そうですね。はい、どのような生きづらさを感じますでしょうか。一応1993年に日本に来てトルコ国籍のクルド人です。日本に来てちょっと左も右も分からないまま、2、3年過ぎた後難民認定難民申請をして、それですぐ1ヶ月で結果が出て、日本に入国して60日以内に申請しなきゃいけないと。私も左も右も分からない私がその法律も知らなかったし、それで難民が認められないということになって、それでかなり申請したけど、その後何回も申請しても全部ダメで、収容されたの、入管に2回収容されて、1回目は3年3ヶ月、2回目は1年。収容された後3年3ヶ月の後、1回外、その仮放免というもので外に出て、その仮放免というのは保証金払って保釈みたいなもん、日本人に分かりやすく言ったら保釈されて、その代わりに1ヶ月に1回入管に出頭してハンコもらえなきゃいけない。さっき映像で見て紙に入管の職員がハンコを押すの。次はこの何月の何日に来てくださいと。それは5年続けて、5年後に今度2ヶ月に1回ということになって、20年近く2ヶ月に1回は必ず入管に行かなきゃならない。前は日本に来た頃、仕事もたくさんあって外国人もいっぱいいて、その時ビザとかそういう必要はなかったの。警察も捕まることはなかったし、警察がその時捕まるのは、もし悪いことしたら捕まることはあったけど、悪いことしなかったら欧米したいだけビザ切れってことについては一切口出さなかったのね。なぜならその時労働者がいっぱい必要だった頃だったから、私がだんだん仕事が少なくなってきたら警察に捕まって、それで欧米ステイで捕まって入管に渡されて、入管で3年以上生活して、その3年はとても辛い、かなり苦しい生活だったね。いいところもあったし、ほんの辛いことはいっぱいあったね。そのいいことは外にいるとき日本語読み書きはどうしてもすごく勉強したくて、そういう気持ちが強かったから、外でなかなかそういうのできないし、学校も行けないし、そういう学校もあるかもしれない、分かんないし、それで入管に収容された日系ベネズエラ人の少年が来て、なんか少年刑務所から来てると言って、そこで日本語を勉強したと。それで漢字辞典が手元にあって、その漢字辞典見たらやばいと思って、やっぱり収容場で何かしないと精神がすごくおかしくなっちゃうから、
外で本読まなかったけど、中でめっちゃ本読むようになって、今度本がなかったらイライラする。じゃあどうしようと思って写真、絵とか描くと、入管の中の絵、外で面会来る人がいっぱいいたから、その中はどんなところ、どんな部屋とかみんなに聞かれるから、それでじゃあ中の絵を描きましょう、描くと思って、それ描いたらみんな面会に来る人はすごく分かりやすく説明できたし、その後はそれも足りないから、じゃあもう日本語もう 100% 勉強したいと、もうそれ心の中で決めて、ひらがなもカタカナも何にも分かんないから、入管にその少年日系人の少年から聞いたら、刑務所の方で日本語を勉強したい人いれば、外国人が外から先生が来て日本語を教えてるということを聞いたら、じゃあちょっと私も入管に取り合わせしようと思って、入管に聞いたらそういうのはできませんと。それでじゃあそういうのできないならお金が自分で出しますので、日本語を勉強したいからどんな本でも何でもいいと、お金が自分で出すと。それでもう入管にお願いしたら、そういうのもできませんと。まあどうしようもないから、そのベレズリの人の漢字辞典の中に知らせみたいな紙があって、それを取って外の日本人の友達に送って買ってもらって。そうなんです。収容所の中でもなんとか前向きになるためにも自分で自発的に学びっていうところにモチベーションを持っていってっていうところだったんですね。そうですね。アリさんは日本語の読み書きが完璧で、メッセージとかでも漢字を日本人でもあんまり使わないと漢字まで使える。そうですね。バンバン使うので、まあ半年20時間ぐらい寝らないでずっと勉強して、ずっと勉強されてたんですね。それこそ仮放免という立場では今日この場に来るのにも申請が必要だったというところ。そうですね。朝7時半に家から出て、10時前に入管に着いて、それで2時間外で待たされて、もうちょうど11時かな、入管に入って、今度の中でも3時間ぐらい待たされて、県をまたぐ移動っていうところでどうしてもそのそうですね、申請が必要になってしまうということですね。そうですね。しかももらえない最初はコロナあるとか、それで休暇しないとかいろいろ言ってきたけど、いや1年前も同じところに行きましたと。なんで今回ダメですかと。ちょっといろいろ強く言ったら、3時間後にもう大丈夫、認められたと言って。そうですよね。申請しても認められないことも十分にあるっていうことですよね。もちろん。そういうことですね。日本には難民申請している仮放免の方たくさんいらっしゃいますけども、やっぱ近年彼らのこの仮放免の方々もさらに追い詰められるような状況にあるっていうところで、その映像も別にあるということで、ちょっともう一本映像を見ていただきたいと思いますので、ぜひそちらもご覧ください。それでは映像の方に移らさせていただきます。この間も言ったけど、今ちょっと法律が今度変わる恐れがあるのね。何回も難民申請を繰り返している人たちを強制送還できるようにしようっていう法律になりそうなんですよ。だからあなたの申請がね、これで6回目っていうのはどうもみんなの中で一番多いらしいんだけど、全然それは乱用とは思えないし、だからアリさんみたいな人がもう今度の法律のターゲットみたいなもんだと思うんですね。もう次の難民申請の時には新しい法律になっちゃってるかもしれないから頑張ってみます。お願いします。Valla bende bir şey yok. Sizde ne var ne yok? Vallahi uğraşıyoruz işte ya. Durumlar, durumlar nasıl? Ondan dolayı vallahi her tarafı sıkıştırıyoruz. Evet. Şu an ben oraya gelsem nasıl olur? Yok
Yok yok sakın ödüle sen de ödüle. Gel cezanı alsana. Cezanla razıyım. Hı hı. Hiç affetmez seni. Evet. Neyse oldu o zaman. Ben kapatayım. Tamam. Tamam oldu. Kendinize bakın. Daha sonra ararım ben. Olsun. Oldu sağ ol.大丈夫。はい。じゃあいただきます。今日もお疲れ様でした。ありがとうございます。どうかな味。何決まってんじゃん。あれ次入館いつだっけ？次11月14かな。もしかしたら行ってないかもしれない。やばい。やばい。わかんない。なんじゃそりゃ。やっぱ納豆にはネギだよね。なんかネギないと納豆って感じが。ネギと卵。最高のコンビネーションだよ。ああお腹いっぱい。もう食べす子供いっぱいいろんなものついてるよ。食べ過ぎて。はい、今日朝から何回食べましたか？何回じゃなくて。何回じゃない。お昼だけ。本当かよ。朝食べた？朝？はい、食べたね。朝。いやつまみチーズ残ったチーズととパン。食べたじゃん。昼は？お昼もだからチャーハン食べ作ってたじゃん。で夜半は？分ずつ今。食べたじゃん。昼だけじゃないじゃん。ちゃんと1日3食食べてるでしょ？食べたかな今日。昨日は食べなかったんだよな。そうなの？お久しぶり。お久しぶり。あ、それ食べるのdurumu nasıl? Normal ya. Çoluk çocuk okul gidip geliyor. Mahkemenin sonucu ne oldu? Mahkemeye daha çıkmamış. Daha sonuç yok. Adamlara nasıl hangi belgeyi sunsan ne yapsan boş. Adamlar değişmiyor ki adamlar. Kendilerine nasıl geliyor öyle devam ediyorlar. Biz Japonya'ya sığmadık. Japonya'ya büyük geldik biz. Şu koskoca Japonya'da bize yer yok. Yer kalmadı bize. Hadi bakalım bir sana ya baba gelen o. Ahmet. O bel bay bay ka. Hadi korunmaz ki. Hadi bel bay tamaş kamar. なんかベルギーの壁みたいなあの橋は。日本人には見ないベルリンの壁。ご覧いただきましてありがとうございます。ここで、ディレクターの久保さんにお話を伺いたいと思います。今の映像の中で厳しい法改正の話も出ておりましたが、このタイミングでアリさんの声を聞きたいと思ったきっかけや経緯なんかをお話伺えればと思います。はい、簡単に言うとやっぱロックダウンの、ロックダウンっていうと違いますけど緊急事態宣言の時、日本でもあの時ですね、みんななんかマイルドな絶望感みたいのをみんな味わったと思うんですけど、なんかこの先が見えないなとか自由に移動できないみたいなそういう息苦しさみたいなのを、僕も感じていた時に
やっぱり頭の中にあったのはそういう難民の人とか、移動の自由が制限されている人たちのことだったんですよ。昔から難民の人たちとは付き合いがあったり何個か取材もしていたので、そんな中で出会ったのがアリさんだったんですね。でアリさんがその橋の上県境千葉県と埼玉ギリギリのところに住んでるから、途中までしか行けないっていう、それをぜひやりたいなと思ったらアリさんも全く同じことを考えていたので一緒にやるっていうことになりました。ありがとうございます。それこそ橋の上でここからは先には行けないっていう本当に当たり前の移動が制限されるっていうところになると思うんですけども、改めて仮放免ではないですけども、今食卓で非常に微笑ましい日常もあったと思うんですけども、当たり前にある日常とこの当たり前ができないもどかしさっていうのはどういったところがありますかね。例えばその橋渡ったら、例えばスーパーとかいろいろ買い物するところがあって、コストコすごく行きたいところ、そういう時とか、あと友人とか親戚や、あと弟も川口に住んで埼玉の方に、やっぱりそっちに行くのは行きたくなるけど、いや今こっちから出たら見えたら捕まっちゃうという考えですぐ諦める、そういうのはいろいろ考えたらもう何にもやる気が出てこないくなるね。例えば前東京に住んで東京地裁にずっと裁判見に行ってたの、いろんな人の裁判。今暇な時そっち行って時間潰すと思っても入管に申請してもそれを認められないんだ。自分の裁判でも入管に申請しなきゃいけない。入管が行くのは許可したら自分の裁判に行って見ることはできる。その入管の職員、入管というより職員の勝手ですね。どんどん全ては職員の勝手で決めてることだから、その職員に合わせて生活しなきゃいけない。職員に合わせるのはいいけど、今日行ったら前回行った職員と違う人がいて、まだ考えが違う、まだやり方が違う。もう毎回その担当に合わせなきゃいけない。それはとても辛いですね。この職員の、さんの、都合とか考え方も当然その方によっても違うだろうし、そうですね、それによってこの回答も変わってきてしまうっていうところの辛さ、そうですね、と不安があるっていうことですよね。はい、例えば今精神科に関わって、入管から出てからずっと精神科に関わってるけど、埼玉救助病院の先生も20年近く行ってるから、そこ行くのも先生は予約するとイライラするから忘れるとかなんとかそういう考えになったらちょっとイライラして、それでその精神科の先生はじゃあ予約なしで来てくださいということになって、それで気分がいい時に来れる時に来てくださいと。それ入管に言っても、いやそれは関係ないと、それは日にちを決めないと行かせない。先生が普通は先生予約しなきゃいけないと言うけど、もし不安かけてるならしなくていいよと言ってるのに、入管がいや日にちは決めなきゃいけないと、そういうのは非常にありますね。そうですよね。なかなかこの仮放免という言葉も今ご視聴いただいている方々の中で初めて知る方も多くいらっしゃると思うんですけども、そういった方々に向けて何か主張したいことといいますか、当たり前の権利かもしれないけどなかなかできていないという部分で何か外部に主張したいことっていうのはありますか。仮放免もとても、入管の考え、入管に言ってることは、あなたたちは収容されてることと一緒と。仮放免外で
医療関係とか、医療病気の人はお金かかるから、日韓はそのお金出したくないから、あなたたちは外に出て自分のお金で病院に行けということをしてる形だから、20年ずっと仮嫁に慣れてきたけど、11年前に日本国籍の方と結婚して、それでも普通はビザは今までほとんどみんな降りてたけど、なんか私の場合は特別に降りなくなって、裁判とかいろいろやってきたけど、今まで3回裁判を起こして、1回目の裁判は処理が足りない、証明出さなきゃいけないと言われて、2回目の裁判の時いろいろ証明書類とか出して、それで地裁は信用できないと言って、それで控訴したら、控訴で100% 信用できるように証明出したら、今度高裁の判決はっていう判決で終わっちゃったの。イエスかノーか何も決めないで。その後結婚してビザの裁判やったら、そのビザの裁判の時弁護士がそのっていう意味がうちらは理解できないから説明してくださいと。今度その裁判所はもうトルコは平和で安全な国だから、安全に暮らせるのはできるからもう帰っていいとことしか書かなかったの。それでビザについては入管がまだ調べる時間がなかったからビザはすぐ出さなかったと言って、それで裁判終わって10年経った後、結果が10年後にもうビザ出さないということになって、もう一回裁判を起こしたの。今度の裁判はもう絶対勝てると思ったけど、残念ながら安倍の判決が出てきたらびっくりして、トルコでインターネットは自由に使えるから、あなたが国に帰って国で奥さんとオンライン生活することはできますと。それが判決でそうですね。出てくる。一般の人はそれ裁判官が言ってるんですか、いや判決出してると言ってもなかなかみんな信じないですね。そうですよね。判決でトルコは安全だからトルコに帰って奥さんとはオンラインで結婚生活をすればいいっていう回答っていうことですよね。それも嫌なら奥さんが一緒にトルコに帰ればいいと。ただ安全というけど、先ほどのテレビ電話ではなかなか違う現状がっていう話。でも完璧、法務省はトルコはすごく平和で安全って言うけど、日本の外務省はトルコの一部だけは許可して、あとは行けないように危険ということで日本人は行けないようにしてるの。外務省と法務省がやってることは一切反対ですね。そうですね。それこそ裁判の判決も含めてなかなかこの言っていることの整合っていうのが私自身がなかなか現実とは離れてるんじゃないかなと思うんですけど、久保さんも間近で見ていて、そこのおかしさといいますか不条理の部分っていうのはどう感じられてますか？完全にやっぱり外国人に対する差別が日本にはあるなと、特にアリさんはクルド人っていうのもあるんですけど、やっぱり日本って差別が見えないし、なんかないって言ってる人もいるぐらいのなんか国なんですけど、でも最後のシーンであるように、アリさんも日本人には見えないベルリンの壁があるって言ってたと思うんですけど、やっぱりこれって意識しないと日本人には見えてこないことで、オンラインで結婚生活したらいいとかそんなのありえないじゃないですか。そうですね、誰が言ってもおかしいと思うから、これは知らないし意識してないだけなんだろうなって思ってます。そうですね。それこそ今本当に移民といいますか、海外から日本に来てくださっている外国籍の方って本当に多くいらっしゃる、また増えている現状の中で、日本人はこう平和な国という認識で
何もこう当然のこととして生活してますけど、その当たり前のように見える日常の中でこう追い詰められている現状というところもあるっていうことを知るだけでもちょっと大きく違うのかなというふうに感じました。最後にアリさんからも一言ございましたら、ぜひこの場を借りて。そうですね。今日韓が新しい法律を作るとしているから、その新しい法律をできたら多分すぐ私が最初に決裁することになる恐れが十分あるみたいので、まあ日本の安倍の国がいくら認めなくても私のこといくら差別してもいくらいじめてももう全然もうどうでもいいと。27年間もう日本国民にずっとお世話になって、たくさん日本人の知り合い友達がいて、みんな私を応援したり、特に6月あんなコロナの中で判決の日に少なくて100人ぐらい集まってきて、私も本当に驚いて、その日本人のその温かい気持ち、そこでもう一回すごく感じて。そうですね。まあ国が認めなくてもその日本国民の温かい気持ち十分私に、足りると思ってますね。そうですね。今この YouTube の配信でもアリさんの主張に対して同感共感しているコメントも多くありますし、アリさんの主張というのはごくごく真っ当なものだとも感じますし、何よりも今日こうやって、入管に申請してまで足を運んでくださって自らの声で主張してくださっていることに非常に感謝しております。ありがとうございます。改めてアリさんに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。まずは日本人のこの当たり前平和と感じている中でもこういった声が生まれているっていうところを認識することがまず本当の最初の第一歩なのかもしれませんと感じました。アリさんありがとうございました。ありがとうございました。